はい、おはようございます。清志です。KLIA2 ですね。はい。先週ベトナムに行ったんですけども、今週は、プノンペン、カンボジアですね。はい。の方に行きたいと思います。今回のね、プノンペンの旅は、この前もあったんですけど、けじめの旅ですね。はい。まあね、いろいろけじめをつけに、プノンペンに今回は行きたいと思います。まずは、それではですね、搭乗手続きの方をして、飛行機の方で、KLIA2 の方じゃないプノンペンですね、プノンペンの方に向かいたいと思いますが、今回ね、プノンペンの方、空港が新しくなってるんですよね。何だったっけな、名前がね違うんですよ。何だったっけな、テチョインターナショナルエアポートという形で、変わってますね。こちらの方もまず楽しみです。そして今見てもらってるのがリパバリですね。こちらもインド系のお祭り、今砂で絵を描いてくれてますね。はい、素晴らしい。ありがたい。いいですね。こういう伝統はねずっと残していってほしいですよね。ちょっとね少しずつね印刷物にここら辺も変わってきてるんですけど、それ見るとねちょっと寂しいですね。やっぱりねこういう文化伝統っていうのは残していってほしいなと思いますね。はい。日本もねこういうの消えつつあるんで寂しいですよね。祭りとかねだいぶ減ってきてます。はい、寂しい。それではですね、出国入国の方していきたいと思います。はい、それではですね、今飛行機に乗ろうとしたんですけど、残念ながらですね乗れませんでしたね。はい、残念しょうがないですね。破れてるからね。皆さん気をつけてください。このパスポート破れ、こちらですね。これ、はい、これでパスポート破れで、乗れませんでした。はいね、しょうがない。ダメって言われればダメなんで、これは。はい。それではね、今日は帰ってゆっくりしたいと思います。すごい短い動画ですね。しょうがないですね。ダメって言われちゃったな。帰るかな。また出るのがねちょっと面倒くさいんですよこれ。しょうがないですけど、出てバスで帰って、今日と明日ゆっくりしたいと思います。チケットもねもう無駄ですねこれね。しょうがない。それでは、今回のプノンペン旅はこれでおしまいです。はい、それではねまたね、バイバイ。はい、それではですね自宅の方に戻りましたね。参りました。昨日はね本当に押し込んでました。プノンペンに行ってねいろいろ用事とかもあったんで、全部ダメになりましたね。はい。後藤文雄さんの動画ね現地で撮ろうと思ったんですけども、それも撮影できませんでした。はい。ただねその動画の方はもうほぼ完成してるんで、そちらも、現地の動画なしで、リリースさせていただきます。15日ですね、動画の公開、10月15日なんで、この動画が公開されていることにはもう随分前に公開されていると思いますね。はい、いやそちらは大丈夫なんですけど、あとねプノンペンでね2年前にねちょっと言語の関係でお別れしたパートナーさんいるんですけど、その方がねちょっと最近いろいろチャット GPT とかいろいろ出てきて言語の壁っていうのがねなくなってきたんで、もう一度ね再開したいと思っていろいろ友達とかに聞いたんですよね。で最初はもう怖い人が突然来て、連れ去られたとかいろんな話が出てきてですね、もしかしたら生きてないんじゃないかなと思ってたんですよずっと。で諦めてたんですね。ところがですね、
プノンペンで仲良くしている日本人の方が探してくれてですね、見つかったんですよ。もちろん生きてるってことで。いやー嬉しくてですね、それで今回2年ぶりに会うっていうのが一つの目的だったんですね。裏ミッション。ね、劇的な感動再会と思ったんですけども、そちらの方もね、今回せっかくね現地のね、お友達で段取りしてくれてたんですけども、行けないということですね。もう本当に悔しい。ただイスラム教の教えでありますよね、インシャアラね、神様の言う通りというかね、これも一つの運命なんですよ、私の。昨日からね、だからインシャアラインシャアラって100回以上唱えてるんですけど、それで、ね、心を落ち着かせるしかないんですよね。で今日なんかもね、もう食べに行ったり美味しいもの食べて、そしてカラオケ行って、気分をこう切り替えて、やっと動画撮ろうかなという気持ちになったところですね。まあね、今回ね、今回に限らずなんですけども、これで3回目ですね、パスポートの破れによる、搭乗拒否。ね、実際今パスポートあります。これです。この破れで私はもういくらですかね、2000リンギぐらい損してますね。いや2000リンギじゃない、3000リンギぐらい損してますよね、いろいろ。くそー。でもしょうがないです。自分が悪いんですから。自分が悪いっていうか、これなんで破れてるかっていう、まず説明させてもらうと、ベトナムに住んでた8年前、7、8年前ですね、ここにね、このページにその時の事務員さんがワークパーミットっていうね、ベトナムのビザみたいなのがあるんですね。今ちょうどあると思うんですけどね、これですね。これをホッチキスで止めてきたんですよね。私最初よく知らなかったんでそのまましてたんですよね。でベトナムからマレーシアに移住する時にそのワークパーミットを外しましたね。ホッチキス外しましたね。外さなければよかったんです。外した時は小さな穴でした。本当に小さな穴、気をつけて外したんで。それがね、だけどね、こう経年劣化っていうか、いろいろ擦れてくると穴が大きくなって、こうやって大きくなって、でも今もそんなに大きくないじゃないですかね。このホチキスの幅ですよ、どうです。これなんです。これで私は乗せてもらえない。全部エアアジアさんですね。最初がベトナムのダナンからこちらの、クアラルンプールに戻る際のね、飛行機乗せてもらえませんでした。でその時はどうやって帰ってきたかというと、ベトジェットのそのね係員の方に相談すると、別の飛行機でホーチミン市から帰ればいいよということで言われて、実際そうしました。そうやって帰れました。翌日、マレーシアに戻ることができたという形ですね。で2回目はもちろんマレーシアからハノイに行く時ですね。そちらで、同じくエアアジアさんですねの方で、拒否になりました。こちらが今年のラマダンですね。ラマダン時期にダメと言われて拒否になりました。そして今回ね、3回目、今年の10月12日ですか、違う、11日か、に、搭乗拒否3回目、今年2回目ですね。だからね、全部エアアジアさんで、その間いっぱいもう数知れず旅行してるんですよ。毎月のように旅行してるんですけど、それは全てクリア。エアアジアさんももちろん含まれてます。ほとんどエアアジアさんですね。路線によって人によってダメって言われるんですよ。
もちろんエアージさんが決めたルールを守らないといけないです。わかります。なのでね、今年まだ多分おそらくこれで搭乗拒否になったら嫌なんで、もうさすがに。で、そうなぜねこのパスポート新しくしないのという方もいらっしゃると思いますね。日本のパスポートね、破損で手続きをこの破損のした場合、新しくする場合ですね、必要な書類があるんですね。戸籍謄本ね、戸籍謄本っていうのが必要なんです。それマレーシアじゃ取れないんですね。めちゃくちゃ大変なんですよ。兄弟に頼むか、あと行政書士さんなんかに頼んでね、その書類を取得して、それをマレーシアに送ってもらって、それから、手続きですね、このパスポートを、作り直すっていう手続きするんですけども、もちろんそれやってもいいんですよ。もうその日本からね書類取り合わせてやってもいいんですけど、このパスポートもう10年パスポートなんですけど、実はね来年の2月で切り替えなんです。だったらね、来年の切り替えの際は戸籍謄本いらないんで、だったらもう来年がいいんですよ。なのでね、今まで粘ってやってたんですけど、ということでもう、2月までほぼ陸路ですね。陸路か、エアアジアさんを使わないです。もう2月まではこのパスポートが新しくなるまではエアアジアさん使わないです。飛行機に乗るとしてもエアアジアさんは使わない。こういった形で今後の旅をしていこうと思います。今回ねイミグレーションの方に聞いたら、イミグレーション的にはそのぐらいの破れ問題ないということで言われたんですよね。あと他の航空会社さんでも、注意すらされたことないですね。エアアジアさんだけこんなに、注意であったり、搭乗拒否という形を取られるのはやっぱりエアアジアさんだけなんですよ。なので、このパスポートが新しくなるまでは陸路、それからエアアジア以外での、飛行機での旅行になります。お楽しみにしてください。ということでね、タイに行く旅、あと今年ですね、今年1週間以上の旅で、インドネシアとあとタイ予定してますけど、そちらは多分インドネシアレンタルバイクだと思いますね。レンタルバイクと、あとタイはもう自分のバイクで行こうかなと思ってですね。これは自分のバイクでアユタヤ、バンコクアユタヤ、それからソンクラとかも行きますよね。南から北まで行きます。全部チェンマイまで行きますね、多分ね。ブイブイ走らせていきます。どれぐらいの距離なのかな分かんないけどね、頑張っていきたいと思います。ねえ、もう嫌ですよ。それかそうだな、タイだけならあれっすよね、バイクを途中置いてね、国内で飛行機でもありなんじゃないですかね。国内だとそんなうるさくないし、タイ航空とかね、それなら乗れるかな。ちょっとタイについてはちょっといろいろ考えます。で、マレーシアからインドネシアに行くのは、ドゥマイですね。マラッカから飛行機船で渡って、でそこからレンタルバイクで行けるところに行こうかなと思ってますね。楽しみです。それではね、一応このパスポートに関することね、ちょっとね、自分がなったのもあるし、今後皆さんもなるといけないんで、注意喚起ということで、私の悪い部分ですね、こちら、見えますね、顔がね、もう嫌ですね、もうこれで乗れなかったなんで皆さんも、パスポート破れたらねとか破損とかしたら、やっぱりこうやって飛行機に乗れないことはあるよっていうことを頭の隅に置いておいてください。普段からね、やっぱり海外在住だと持ち歩きがね義務化されている国も多いと思うんで、まずマレーシアも義務ですね。持たないといけないんで、こういったカバーに入れて
持ち歩いてます。はいですね。困りましたね。えパスポートね、もうちょっと破れない材質にしてほしいですよね。この紙ってまたね、紙プラスチックかなんかしてくれよっていう話でね、紙ほんと10年ですよ。10年持たせないといけないんで、ね。ということで来年までは、極力、陸路、それから、空路の場合はエアージ以外ということでね、決めました。はい、いい教訓でした。じゃないとね、もうこのプノンペン旅本当にへこみました。いや参ったな本当にね。まあそういうことで、また何かね面白いことありましたら動画にしますんで、次はね久しぶりバイク旅ですね。マラッカの方に行きたいと思います。それではね、またよろしくお願いします。バイバイ。